ご覧いただきありがとうございます。今回はアジサイを描いていきます。アジサイは花びらがたくさんあるので難易度が高いですが、ポイントを押さえることでかなり描きやすくなります。気をつけるポイントですが、まずは下書きでは中心部分をしっかりと描く。次に着彩については3つの工程に分ける。1つ目、大まかに全体の丸みを描く。2つ目、花びらの手前と奥の濃淡の差をつける。3つ目は、鮮やかな色は後で塗り重ねる。最後に、葉は花びらより濃くなるように塗る。以上のことを頭の中に入れて描いていきます。それでは早速下書きを進めていきます。先ほどお話ししましたが、中心部分を特にしっかりと描きます。もちろん全体的に形を描いておくと、色を塗る際に進めやすくなるので、できる限り丁寧にしっかりと描くようにしましょう。まだ細かい形は描かずに花びら自体をブロックごとに分けていきます。ちなみにアジサイの花びらは4枚で1組になっています。大体の位置が決まってきたら目立つ手前の花びらから具体的に描いていきます。あとはひたすら観察して描き進めましょう。下書きが終わりました。ここまでで書き始めからだいたい30分ほど経過しました。それではこれから着彩に入ります。たまたまパレットに残っていたのでその絵の具を使います。絵の具はコンポーズブルーとオペラ。今回は基本的にこの2色を使ってアジサイを表現していきます。まずはムラを活かしながら楽に塗り進めましょう。序盤ではアジサイ自体の丸みを短時間で描きたいので、丁寧に塗らないように心がけます。最初のうちから絵の具が多すぎると濃さで下書きが見えなくなってしまいますので注意しましょう。いろんなタッチで花びらの雰囲気を描いて、青や紫、ピンクなどの色で変化をつけます。色の変化があると形が複雑に見えますし、自然なアジサイが捉えられます。右側から下にかけて陰ってくるので、絵の具をやや濃いめにして塗っていきます。きっちり塗らなくても雰囲気が出るので、塗り残しが多少あっても気にせずに進めます。アジサイと隣り合った葉っぱは濃いめに塗ります。最初に気をつけるポイントで触れましたが、こうすることでアジサイの鮮やかさと形が引き立ちます。葉脈の流れを描きます。葉脈を意識して少しだけ塗り残します。ただ丁寧に塗る感じではないので、間違えて塗ってしまったらそのまま進めてしまっていいです。ここからは花びらの影を塗って立体感を出していきます。影の色にも変化をつけます。場所によって青みがかっていたり、紫みがかっていたり、色が単調にならないように気をつけます。花びらの境目はぼかさないようにはっきりと塗り分けます。左上からの光を常に意識して右から下にかけて影の濃さを強めます。影の濃さを強めながらも花びらを塗り分けることで形が引き立ちます。これからは光が当たっている上側の花びらの影を描いていきます。際の部分で塗り分けて形を引き立てていきます。
下側の影を塗るときは大胆に濃さを強めていきましょう。薄いと離れてみたときに引き立ちづらくなるので、このくらいのタイミングで一歩踏み込んで濃さをつけていきます。こんな感じで他の花びらも同様に濃さをつけていくので、しばらく制作過程をご覧ください。光が当たっている側の花びらにもわずかな濃さの変化をつけて存在感を出します。ここまででだいたい描き始めて1時間ほど経過しました。花びらの隙間の影をさらに濃さをつけてより引き立たせます。線を引いては水のついた筆でぼかして、それをひたすら繰り返します。だいぶ引き立ってきました。奥の影がかなり暗くなるので、水気を思い切り少なくして濃いめに塗り重ねていきます。ここまででだいたい1時間半経過しました。あっという間に時間が過ぎ去ります。手前側の花びらも微妙な色味を加えて、形の違いを捉えます。これからは全体的に鮮やかな色味を塗り重ねて存在感を引き立たせます。全体的に塗ってはいくんですけど、短いタッチを使いながら花びら一枚一枚を意識して描いていくようにします。先ほども同じようなことを言ってはいるんですが、花びらと花びらとの境目を微妙な濃さで分けて形をはっきりとさせていきます。仕上げに入っているので濃さをはっきりと分けていかないと離れてみた時に立体感や存在感など迫力が出ないので思い切って濃さをつけます。ここで塗り重ねていく時に気をつけたいのが色がくすんでいってしまう問題です。アジサイだと青い色や赤い色を使うので色の混ぜ方によってすごく沈んだ色になってしまうことがあります。今回のようなコンポーズブルーとオペラの組み合わせであれば軽やかでみずみずしい色が表現できますが、例えばコバルトブルーにバーミリオンを混ぜてしまうとかなり暗い濁った紫色が出来上がります。影の部分なので暗くなっていいんですが、影にも鮮やかさは必要です。むしろ影の中の一部が鮮やかだと絵が明るい印象に見えてきます。なのでちょいちょい鮮やかな色を影に入れていきましょう。
ピンク、紫、青と鮮やかな色味で塗り重ねて花びらの発色を引き立たせます。ここまででだいたい2時間ほど経過しました。あともう一息です。絵の話じゃないんですけど、このアジサイの花びらと思われている部分は実は萼らしいです。名称としては装飾花と呼ぶようで、中心にある白っぽいものが本来の花だったんです。皆さんご存知でしたか？ずっと萼の部分を花びらだと思い込んでいたので、とても驚きました。話を元に戻しますが、これからは葉っぱの表現に移っていきます。花びらと比べて葉っぱの方が一段濃くなってくるので、そのあたりをもう一度塗り重ねていきます。特に花びらと隣り合っている葉っぱのところでは、濃さの違いをよりはっきりと分けていきます。葉脈の雰囲気も細かく描く必要はないですが、タッチで表現していきます。奥の葉っぱが弱く見えてきたので、葉脈を描きながらもう一段濃さをつけていきます。額の中心である花の部分を明るくしていきます。今回は白い絵の具を使わずに水だけつけた筆で絵の具を取っていきます。絵の具を取った後はほんのりと青みを加えます。これが描けたらアジサイは完成です。完成するまで2時間半近くかかりました。アジサイを描く際に参考になれば嬉しいです。今回もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。